油圧系統が完全に失われつつあるとのことです。このままでは墜落の危険があります。美人キャビンアテンダントの声に機内がざわめいた。眼下には広大な太平洋が広がり、最寄りの空港まであと40分。このままでは全員の命が危ない。4年前の事故で大怪我を負い、トラウマで操縦桿を握れなくなった元パイロットの俺は拳を握りしめた。皮肉なものだ。恩人である先輩パイロットのラストフライトに同乗しただけのはずが、まさかの緊急事態。副操縦士は負傷し、先輩も限界に達している。真田、もう無理だ。お前にしかできない。先輩の声に過去の悪夢がフラッシュバックする。あの日の事故、親友の叫び声、そして油圧系統の警告音、すべてが同じだった。震える手で操縦桿を握る。汗が背中を伝う。変わります。10分で立て直します。自分でも信じられない言葉が口から出ていた。操縦桿は冷たく、指先から恐怖が伝わってくる。だが、美人キャビンアテンダントの心配そうな顔を見た瞬間、不思議と覚悟が決まった。揺れる機体と戦いながら過去のトラウマと向き合う。この先に待つのは奇跡か、それとも。俺の名前は真田清澄。大手航空会社桜航空の事務職員だ。桜航空の年間利用客数は3000万人を超える。国内線はもちろん国際線も充実しており、アジアからヨーロッパ、アメリカまで幅広い路線を持っている。社員数は約2万人。そのうち1500人がパイロットで4000人がキャビンアテンダントだ。そして俺はそんな大所帯の中の運航管理部門という一般の人にはあまり知られていない部署で働いている。運航管理部門の仕事は簡単に言えば飛行機を安全に飛ばすための地上サポートだ。天候の確認、機体の整備状況のチェック、乗務員のスケジュール管理、燃料計算、重量バランスの確認など、フライトに関わるあらゆるデータを管理し、最適な飛行計画を立てる。一つでもミスがあれば人命に関わる。地味な仕事だが、航空会社の安全を支える重要な役割を担っている。真田くん、JAL4501 便の飛行計画書を確認お願い。係長が声をかけてきた。俺は目の前のデータに目を通し、ペンを取った。係長、この燃料計算、もう一度見直してください。この値だと、予備燃料が少なすぎます。天候が悪化した場合、代替空港に向かうのに不足する可能性があります。係長は少し驚いたような顔をして、俺の指摘した箇所を確認した。ああ、ほんとだ。よく気がついたね。修正するよ。こういうことは日常茶飯事だ。俺は事務職員だが、航空に関する知識はどの部署の人間よりも詳しいかもしれない。フライトの安全に関わることなら、役職関係なく意見するのが俺のスタイルだ。視線を窓の外に向けると、滑走路から離陸していく飛行機が見えた。あの機体の中では、パイロットが真剣な表情で操縦桿を握り、キャビンアテンダントが笑顔でサービスを提供している。真田くん、そろそろ朝のブリーフィングの時間だよ。係長の声に我に返り、俺は立ち上がった。はい、行きましょうか。今日も大勢の命を守るために、縁の下の力持ちとして働く一日が始まる。それが今の俺のやるべきことだから。朝のブリーフィングを終えて事務室に戻ると、係長から新たな業務の連絡があった。真田くん、今日から新人のキャビンアテンダントが研修でこの部署に来るんだ。基本的なことを教えてやってくれないか。新人ですか。ああ、現場に出る前の最終研修だ。航空会社の仕組みを知ってもらうために各部署を回っているんだよ。俺は黙ってうなずいた。午後になり、軽くノックの音がして事務室のドアが開いた。失礼します。柔らかな声に室内の視線が一斉に入り口へと向けられた。そこには凛とした佇まいの女性が立っていた。どこか儚げでありながら真の強さを感じさせる雰囲気を持っている。ああ、来たね。こちらが今日から研修に来る梅田正美さんだ。係長が立ち上がり、彼女を部署のメンバーに紹介した。皆様、はじめまして。新人キャビンアテンダントの梅田正美と申します。1週間ですが、よろしくお願いいたします。梅田さんが丁寧に挨拶をする。背筋をピンと伸ばした立ち姿は、すでにキャビンアテンダント特有の
凛々しさがあった。黒髪が肩で揺れ、大きな瞳はまっすぐに前を見つめている。梅田さんの指導は真田くんが担当するよ。真田くんこっちに来てくれるか。俺は深く息を吸って立ち上がった。真田清澄です。よろしく。よろしくお願いします、真田さん。彼女は礼儀正しく頭を下げた。まずは簡単に部署の説明からしよう。俺は淡々と言って自分のデスクの横に置かれた研修用の椅子を示した。梅田さんは小さくうなずき、指示された場所に着席した。運航管理部門では、フライトの計画から実施までのすべてを地上からサポートしているんだ。まずはシステムの基本的な使い方から説明する。俺が画面を指さすと、梅田さんは真剣な表情で覗き込んだ。その横顔は綺麗に整っていて、思わず見とれそうになる。だが、俺はそんな気持ちを隠して、業務の説明に集中した。翌日の朝、梅田さんは昨日より少し早く、運航管理室に姿を現した。おはようございます、真田さん。梅田さんは明るい声で挨拶してきた。昨日の緊張が少し解けたのか、表情も柔らかい。ああ、おはよう。今日は運航管理システムの実際の操作を覚えてもらう。俺は簡潔に答え、彼女に研修用のパソコンを指示した。午前中の研修は順調に進んでいた。梅田さんの吸収の速さは目を見張るものがあり、説明した内容をすぐに理解して実践に移せるようだった。だが、昼食後の実習で状況は変わった。実際の運航データを使ってフライトプランを作成する練習をしてもらう。俺はそう言って少し複雑な条件のデータを渡した。JAL4519 便。東京発札幌行きの冬季運航便だ。寒冷地への飛行は天候の変化や滑走路の状態など考慮すべき点が多い。新人にはちょうどいい難易度だと判断した。はい、頑張ります。梅田さんは意気込んだものの、10分後には困惑の色が顔に浮かんでいた。俺は自分の仕事を続けながらも、時折彼女の様子を伺っていた。彼女は真剣な表情で画面に向かっているが、入力作業が止まったり、マニュアルを何度も確認したりしている。特に代替空港の選定と燃料計算の部分でつまずいているようだった。教育担当の俺が声をかけるべきだが、ずっと手取り足取り教えていては力がつかない。俺はさりげなく立ち上がり、コーヒーを入れに行くふりをして彼女の近くを通った。彼女のメモに目をやると、新千歳、函館、新潟と書かれていた。梅田さん。彼女は少し驚いた様子で顔を上げた。コーヒー入れるけど飲むか？はい、ありがとうございます。俺は彼女のデスクの前で一瞬立ち止まり、さりげなく彼女のメモを指さした。冬の札幌便なら、大体は函館と青森の2つをセットにするのが基本だよ。新潟は遠すぎる。そうなんですか？ありがとうございます。彼女は少し混乱したような顔をしたが、すぐに理解したようだ。俺は軽くうなずき、コーヒーメーカーへと向かった。戻ってくると、彼女は修正したメモをもとに新たな計算を始めていた。彼女の瞳が真剣さを増し、鉛筆を走らせる手にも力強さが戻っていた。それから1時間ほど経った頃、梅田さんが小さく嬉しそうな声を上げた。どうやらフライトプランの作成に成功したようだ。俺はそっと彼女の画面を覗き込んだ。悪くないな。俺の言葉に彼女は嬉しそうに微笑んだ。でも燃料計算のところ、もう少し余裕を持たせた方がいい。冬の北海道は天候が急変することもあるからな。わかりました。彼女は素直にうなずき、すぐに修正を始めた。指摘されたことをただ受け入れるだけでなく、理由を理解して自分のものにしようとする姿勢が伝わってきた。研修が始まって1週間が経った。梅田さんは順調に業務を覚え、時折つまずくこともあるが、俺のさりげないアドバイスを素直に受け入れ、成長していった。最終日の今日も、梅田さんは真剣な表情で作業に取り組んでいる。複雑な国際線のフライトプランを作成する課題に挑戦していた。先日までは俺が教えていた内容だが、今日は自力で完成させようと頑張っている様子だ。ここはこうすれば。梅田さんが小さくつぶやきながら迷いなくキーボードを叩いている。その様子を見て、俺は自然と笑みがこぼれそうになった。真田さん、今日のフライトプラン見ていただけますか？梅田さんは少し緊張した様子でタブレットを差し出した。画面には彼女が作成した国際線のフライトプランが表示されている。
俺は細部まで確認していく。経路設定、コード変更のタイミング、燃料計算、代替空港の選定。どれも適切に設定されており、特に燃料計算の部分は経験者顔負けの精度だった。完璧だな。ベテランのオペレーターでもここまで細かく計算できる人は少ないぞ。本当ですか？ありがとうございます。でもこれも全部真田さんのおかげです。梅田さんの顔が明るく輝いた。その笑顔に俺も思わず微笑み返した。ふと時計に目をやると、そろそろ昼休憩の時間だった。梅田さん、今日のお昼も食堂で食べる？はい。それなら今日は俺がおごるよ。ここまで頑張った梅田さんをねぎらいたい。いいんですか？ありがとうございます。梅田さんが頭を下げたところで、ちょうど12時になった。社員食堂で注文した俺と梅田さんは隣に座る。真田さん、1週間本当にありがとうございました。いやいや、梅田さんは飲み込みが早くて教えるのが楽で助かったよ。それは、真田さんの教え方が上手だったからです。それに、彼女の表情が少し真剣になる。不思議なんです。真田さんはなぜジムなのに、こんなにフライトのことに詳しいんですか？他のジムの方に聞いても、真田さんみたいに答えてはくれませんでした。その質問に、俺は一瞬言葉に詰まった。答えるべきか迷っていると、ちょうどそこへ通りかかった人物が会話に割り込んできた。そりゃ彼が元パイロットだからだよ。低い、落ち着いた声。俺たちの会話を聞いていたのか、ベテランパイロットの村瀬海さんが立ち止まった。50代半ばの彼は、桜航空のエースパイロットとして知られる存在だった。パイロット？梅田さんは驚きのあまり目を見開いた。それもかなりの腕前だったんだ。俺もびっくりするような操縦技術を持っていたよ。村瀬さんは穏やかな笑顔で続けた。彼の言葉に梅田さんの驚きはさらに大きくなったようだ。俺は深くため息をついた。もう隠しても仕方ない。事故があったんだ。4年前、俺が副操縦士として乗務していた国際線で機体トラブルが起きた。俺の言葉に梅田さんの表情が凍りついた。降下中に油圧系統に問題が発生して操縦が難しくなった。それでもなんとか空港まで戻り、緊急着陸を試みたんだが、言葉が詰まる。あの瞬間の記憶が鮮明に蘇ってきた。視界が狭まり、冷や汗が背中を伝うのを感じる。村瀬さんが俺の言葉を引き継いだ。結果的に乗客全員は無事だった。それは不幸中の幸いだったよ。真田の冷静な判断と技術のおかげで大惨事になる可能性があった事故を最小限に抑えることができたんだ。梅田さんは息を飲んだまま、俺たちの話に聞き入っていた。俺は自分の右手を見つめた。でも、機体は滑走路をオーバーランして、停止するまでにかなりのダメージを受けた。その時、俺ともう一人のパイロットが怪我をした。俺は右腕と足を骨折して、手術が必要だった。リハビリに時間がかかるから、その間、ジムとして働いている。梅田さんは黙って俺の話を聞いていた。そうだったんですね。彼女の声は小さく、どこか遠くを見つめるような目をしていた。その時、村瀬さんの無線が鳴った。おっと、呼び出した。じゃあ、俺はこれで。村瀬さんは軽く手を挙げると、足早に食堂を後にした。残された俺と梅田さんの間に一瞬の沈黙が流れた。すみません。勝手に詮索してしまって。彼女は申し訳なさそうに言った。いや、いつかは知られてただろうから。俺は軽く肩をすくめた。梅田さんは真剣な表情で口を開いた。実は、私の兄もパイロットだったんです。兄も真田さんと同じで優秀なパイロットでした。けど、ある事故で大怪我を負って、今でもまだ入院しているんです。最近は少し良くなってきて、リハビリも進んでいるんですけど。梅田さんの静かな告白に、俺は思わず身を乗り出した。お兄さんの名前は？梅田勝之進です。その瞬間、俺の中で時間が止まったような気がした。耳の奥で血の流れる音が聞こえる。間違いない。あの日、一緒にコックピットにいた親友の名前だ。知ってるんですか？梅田さんの声が遠くから聞こえてくる。俺は無意識に左手で右手首を掴んでいた。ああ、事故の日、俺は勝之進と一緒にコックピットにいた。俺が副操縦士で、勝之進が機長だった。告白するように言うと、
梅田さんは息を飲んだ。あの事故の時にいたのは、真田さんだったんですか？俺も驚いたよ。君が勝之進の妹だったのか。そう言いながら、俺は彼女の顔をじっと見た。今まで気づかなかったが、確かに面影はある。特にあのまっすぐな眼差しは、勝之進そのものだった。本当に奇跡ですね。こんな形で再会するなんて、兄もきっと喜びます。私の教育係が真田さんだったって知ったら。そうかもな。ところで、勝之進は今どうしてる？最近忙しくて見舞いに行けてないんだ。リハビリに懸命に取り組んでいます。医師からは、完全回復は難しいと言われていますが、兄は諦めていません。パイロットが無理でも、飛行機に関わる仕事に戻りたいと努力しています。梅田さんは少し寂しそうな笑みを浮かべながらも誇らしげに語った。その言葉に俺の胸が震えた。勝之進らしいな。思わず漏れた言葉に梅田さんは優しく微笑んだ。兄はいつも前向きです。だから私が兄の分まで空を飛ぶと決めたんです。兄が見られなくなった景色をキャビンアテンダントとして私が見て伝えるって。それが私の使命だと思ったんです。兄は、まさみならきっとできるって言ってくれました。その言葉を胸に、毎日頑張っています。その言葉に、俺は胸が熱くなるのを感じた。俺は言葉を選びながら、ゆっくりと口を開いた。俺も、君の力になりたい。勝之進の夢を引き継ぐ君を、精一杯支えるよ。彼女の顔に、驚きの色が浮かんだ。本当ですか？ああ、俺にできることなら何でもする。そう言って、俺は初めて彼女に向かって笑みを浮かべた。少し照れくさかったが、心からの言葉だった。ありがとうございます。彼女は深く頭を下げた。その仕草に、俺は思わず手を伸ばして彼女の肩に軽く触れた。頑張ろう一緒に。はい。梅田さんの返事は力強く、その笑顔には迷いの色はなかった。彼女の決意の強さに、俺も背筋が伸びる思いがした。食堂の窓から差し込む日の光が、俺たちの間にある絆を照らしているようだった。研修期間が終わり、まさみさんはようやく念願のキャビンアテンダントとしての第一歩を踏み出した。彼女の初フライトの朝、俺は運航管理室に顔を見せに行った。まさみさん初フライトだね。ブリーフィングルームの前で待機していた彼女に声をかけると、まさみさんは緊張した面持ちで振り返った。桜航空の正式なキャビンアテンダント制服を身にまとった姿は、研修時よりもさらに凛々しく見えた。清澄さん、わざわざ来てくださったんですか？ああ、ちょっとな。俺はポケットから小さな飛行機の形をしたキーホルダーを取り出した。これ、お守り代わりに。まさみさんは驚いた表情で差し出されたキーホルダーを受け取った。銀色に輝く小さな飛行機は、桜航空の機体を模したものだった。勝之進が初フライトの時、同じものをあげたんだ。今度は君に。まさみさんの目が潤んだ。ありがとうございます。大切にします。そう言って、彼女は小さなキーホルダーをしっかりと握りしめた。緊張しないで、君ならできる。俺の言葉に、彼女は深く息を吸って胸を張った。はい、行ってきます。そんなまさみさんの初フライトは無事に終わったが、彼女はその後のフライトで様々な壁にぶつかることになった。ある日の夕方、まさみさんが食堂にいた俺を見つけて駆け寄ってきた。表情が曇っている。どうした？清澄さん、今日失敗してしまって、国際線でのサービス中、外国人客の注文を取り違えてしまったんです。彼女は小さな声で打ち明けた。誰にでもある。気にするな。でも、先輩に叱られて。落ち込む彼女に、俺はコーヒーを一杯継ぎながら言った。失敗は成長の証だよ。勝之進も初めての国際線でコーヒーをこぼして大惨事になったことがある。兄が？そんなことあったんですか？まさみさんの表情が少し明るくなった。好奇心に満ちた目で俺を見つめている。ああ、彼がまだ副操縦士として訓練を受けていた頃の話だ。ロンドン行きの国際線で研修乗務の直前、緊張のあまり手が震えて、機長のスーツにコーヒーを全部ぶちまけてしまったんだ。それで、どうなったんですか？大変だったよ。機長は10時間のフライト中、シミだらけのスーツを着たままだった。勝之進は、こちらが申し訳なくなるくらいに謝って、着陸後にクリーニング代を全部払ったんだ。
兄、そんな失敗をしたんですね。思い出し笑いをする俺に、まさみさんも小さく笑った。じゃあ、問題が起きた時の対応のコツを教えよう。まず、冷静さを失わないこと。感情的になると、状況は悪化する一方だ。俺は席を少し彼女の方へ寄せた。まさみさんはノートを開き、ペンを握り直した。どうすれば冷静でいられますか？深呼吸をして、自分に言い聞かせるんだ。これはプロとして解決すべき課題だ、とね。まさみさんは熱心にメモを取りながらうなずいた。具体的には、まず謝罪して、次に解決策を提示する。例えば、食事のオーダーを間違えた場合、まず心から謝り、可能な限り迅速に正しい食事を用意することを約束する。そして、待っている間の配慮として、追加のドリンクや小さなサービスを提供するといい。謝罪、解決策、配慮。そうだ。そして最後に、フォローアップが大切だ。問題が解決した後も、そのお客様に特に注意を払って、満足していただけるよう努める。誰もが最初は緊張し、失敗もする。でも大切なのは、そこからどう学び、成長するかだ。俺の言葉に、まさみさんは静かにうなずいた。ペンを置くと、俺の顔をまっすぐ見た。清澄さん、本当にありがとうございます。兄のことも仕事のことも、こんなに丁寧に教えてくれて。君の力になるって約束したからね。困ったことがあったらいつでも相談してくれ。はい。彼女の返事に俺は静かに微笑んだ。そんなことがあってから、まさみさんが勤務を終えた後、時々二人で食堂に座り、その日あったことを話すようになった。時には、まさみさんがアドバイスを求め、時には単純に一日の出来事を報告する。そんな時間が自然と俺たちの日常になっていった。その日の業務を終えた頃、時計を見ると、16時半を回っていた。もうすぐ、まさみさんのフライトが到着する時間だ。先日、彼女から運行記録の見方について質問を受けていたので、空いた時間に教えてあげようと思っていた。俺はデスクを立ち、オフィスを出た。食堂に向かう途中、廊下の角から声が聞こえてきた。梅田さん、今日も素晴らしい接客だったよ。乗客からも評判がいいと聞いている。低く、どこか甘ったるい男性の声。続いて聞こえたのは、よく知っている女性の声だった。ありがとうございます。まさみさんの声だ。その声には普段の明るさがなかった。俺は思わず足を止め、廊下の隅に身を寄せた。今日の勤務はこれでおしまいだろう。よかったら夕食でもどうだ？俺の知っている素晴らしいレストランがある。今日は予定がありまして。また断るのか？君はまだ入社して間もない。会社のことをもっと知るためにも、上司との交流は大切だよ。はい。でも本当に今日は。まさみさんの声が弱々しくなる。俺は隅から少し身を乗り出し、状況を確認した。そこにはまさみさんと、金光三郎乗員統括部長の姿があった。金光部長は、パイロットやキャビンアテンダントなど、乗務員全体を統括していて、さらに会社の重役とのつながりも深いため、誰もが彼の顔色を伺うような存在だった。金光部長は、まさみさんの肩に手を置き、彼女を壁側へと追い込むように立っていた。まさみさんは小さく、体を縮こませるようにして、明らかに居心地の悪さを感じている様子だった。いつも断られるばかりで寂しいよ。君の将来を考えてのことなんだから。金光部長の手が、まさみさんの肩から腕へと、ゆっくりと移動していく。梅田さん。俺は廊下の隅から出て、梅田さんに呼びかけた。金光部長の動きが一瞬止まった。彼は、素早くまさみさんから手を離し、俺の方を向いた。真田くんか。梅田さんに何の用だ？彼女と業務上の相談をする予定です。俺はまさみさんの近くまで歩み寄った。まさみさんの表情が一瞬にして明るくなる。金光部長が冷ややかな笑みを浮かべた。その目には怒りの色が見えた。真田くんは梅田さんと親しいようだな。はい。梅田さんのお兄さんと私は旧知の仲ですから。確か、あの事故で怪我をしたやつだったな。そうです。優秀なパイロットでした。金光部長は小さく笑った。優秀ね。事故を起こせばどんなに優秀でも終わりだ。過去に失敗した者は多くの場合また失敗する。俺は梅田さんにそのような失敗をする者と付き合って足を引っ張られないよう忠告しているだけだよ。金光部長の言葉は冷たく、刃のようだった。その言葉を聞いたまさみさんの顔が青ざめた。
まさみさんが何か言おうとしたが、俺は軽く手で制して前に出た。部長のご心配は無用です。私が梅田さんに教えているのは業務上の知識です。空港の運営、フライトの準備、天候判断、これらの知識が彼女のキャビンアテンダントとしての業務の理解を深めることは部長もご存知のはずです。金光部長は少し顔をしかめた。ほう、随分と成長したな、真田。あの時も、もう少し冷静だったら、梅田くんもあんな大怪我をせずに済んだのにな。経験から学びました。それが成長というものでしょう。俺の淡々とした返答に、金光部長の表情に、わずかな苛立ちが浮かんだ。まあいい、今日はこれで。金光部長はきびすを返した。その背中からは、明らかな不満と怒りが感じられた。彼の姿が見えなくなると、まさみさんは大きく息を吐いた。清澄さん、すみません。私のせいで嫌な思いをさせてしまって。彼女の声は震えていた。目には申し訳なさと不安が浮かんでいる。気にするな。あの男はもともと俺のことが気に入らないんだ。俺は優しく言った。まさみさんの肩に手を置くと、彼女はやっと少し安心したように見えた。これからどうしたらいいんでしょう。一人で抱え込まなくていい。何かあったらすぐに俺に言ってくれ。あいつの不当な言動は記録しておくといい。まさみさんは黙ってうなずいた。その目には少し安心の色が戻ってきた。行こう。俺は静かに言って、まさみさんと一緒に食堂へと向かった。それから数日後の午後、仕事をしていると背後から声がかかった。真田、ちょっといいか。俺は振り返った。そこには村瀬さんの姿があった。食堂でコーヒーでも飲まないか。はい、喜んで。俺たちは並んで廊下を歩き、エレベーターに乗り込んだ。最近はどうだ、ジムの仕事は。村瀬さんが何気なく尋ねてきた。エレベーターの表示は静かに数字を刻んでいく。おかげさまで。そうか、よかった。エレベーターが到着し、扉が開いた。俺たちは社員食堂へと向かった。平日の午後、食堂は比較的空いていて、窓際の席に余裕があった。コーヒーを注文し、席に着く。窓の外には、先ほどとは異なる角度から空港の景色が広がっていた。懐かしいな。お前が退院して間もない頃、こんな風にして、この食堂でコーヒーを飲んだよな。覚えています。当時の記憶が鮮明に蘇る。事故から3ヶ月が経ち、右腕と足の骨折が治って、ようやく松葉杖なしで歩けるようになった頃だった。俺は何をすべきか、どこへ向かうべきか、全く見当がつかなかった。あの時、お前は随分とやつれていたな。そうでしょうね。最悪の状態でした。あの事故の後、パイロットとしての将来に絶望し、自暴自棄になっていた俺を救ってくれたのは村瀬さんだった。彼が会社に掛け合い、俺に運航管理部門での仕事を提供してくれた。地上から空を支える。それもパイロットの経験が生きる重要な仕事だ。と言って、村瀬さん、あの時はありがとうございました。俺は深々と頭を下げた。あの時、村瀬さんがいなければ、俺は今どうなっていたかわからない。気にするな。俺は単にお前の才能が無駄になるのが惜しかっただけだ。村瀬さんはそう言って軽く肩をすくめた。だが、その言葉の裏には深い思いやりがあることを俺は知っていた。来月、俺はラストフライトを迎える。その村瀬さんの言葉に、俺は思わず目を見開いた。村瀬さんはかすかに笑みを浮かべて窓の外を見つめた。そろそろ潮時だと思ってね。後進に道を譲る時期が来たんだ。そんな、言葉が出なかった。村瀬さんの飛ぶ姿は空の一部のように思えていた。彼が飛ばない空というのは、俺にはまだ想像できなかった。それで頼みがあるんだ。最後のフライト、一緒に飛んでくれないか。その言葉に、俺の体が硬直した。頭の中が真っ白になり、耳鳴りのような音が響く。村瀬さんは続けた。副操縦士として乗ってほしいんだ。俺のラストフライトをお前と一緒に終えたい。そんな、無理です。確かに、怪我はもう完治してます。だけど、操縦桿を持とうとしたら、手が震えるんです。あの時のことがフラッシュバックして、俺はテーブルに置いた右手を見つめながら、小さな声で言った。村瀬さんは静かに俺の言葉を聞いていた。そして、意外な言葉を返してきた。わかった。じゃあ操縦はしなくていい。乗るだけでいい。俺はずっと、お前にまた空に戻ってきてほしいと思っていた。
それが無理なら、せめて最後のフライトだけでも一緒に過ごしたいんだ。俺は驚いて顔を上げた。村瀬さんの表情は優しく、懇願するような目をしていた。その言葉に胸が熱くなった。村瀬さんにとってラストフライトがどれほど重要な意味を持つか、俺にもわかる。パイロットとして過ごした長い年月の締めくくり。それは人生の一つの大きな区切りなのだ。俺は深く息を吸い込んだ。村瀬さんへの恩義は大きい。彼が俺にしてくれたことを思えば、この程度のことで恩返しができるなら、俺は決意を固めていった。乗るだけなら行きます。村瀬さんの顔が明るくなった。その表情には純粋な喜びが浮かんでいた。ありがとう、真田。彼の声は感謝と安堵に満ちていた。ラストフライトはどのルートですか？成田発ホノルル行きだ。往復で3日間のフライトになる。わかりました。俺は覚悟を決めて答えた。村瀬さんの顔に満面の笑みが広がる。ありがとう、真田。これで俺も満足してラストフライトを迎えられる。いえ、こちらこそ、恩返しの機会をもらえて感謝します。俺たちは互いを見つめ、静かに微笑み合った。村瀬さんのラストフライトの日が来た。早朝の成田空港は、すでに多くの旅行者で賑わっていた。俺は紺色のスーツを着て、一般乗客とは別のスタッフエリアを通り抜け、出発ゲートへと向かった。ゲートに到着すると、すでに搭乗の準備が始まっていた。清澄さん。振り返ると、正美さんが小走りに近づいてきた。キャビンアテンド制服姿の彼女はいつも以上に凛々しく見える。髪はきちんとまとめられ、笑顔は明るい。今日のフライトには彼女もキャビンアテンダントとして同乗する。今日はよろしくお願いします。彼女は深々と頭を下げた。俺は軽く会釈を返した。俺は村瀬さんが用意してくれたビジネスクラスの窓側の席に座った。窓の外には朝日を浴びる滑走路が広がっている。清澄さん、お飲み物はいかがですか？正美さんが微笑みながら尋ねてきた。じゃあ、水を。かしこまりました。彼女は丁寧に頭を下げた。まもなく離陸いたします。シートベルトの着用をお願いいたします。機内アナウンスが流れ、正美さんは他の乗客の対応に向かった。俺は深く椅子に身を沈め、窓の外の景色に集中した。エンジン音が大きくなり、機体が動き始める。俺は無意識に拳を握りしめていた。そして離陸の瞬間、重力に押し付けられる感覚。上昇していく機体。窓から見える地上がどんどん小さくなっていく。耳がわずかに詰まる感じ。すべてが懐かしく、同時に新鮮だった。離陸から数時間後、機内の照明が一瞬ちらついた。俺はふと違和感を覚えて顔を上げた。乗客たちも気づいたようで、周囲がざわめき始めた。少し乱気流に入ったようです。お席にお戻りになり、シートベルトの着用をお願いいたします。正美さんの落ち着いた声が機内に響いた。乗客たちはキャビンアテンダントたちの冷静な対応に安心したのか、言われた通りにシートベルトを締め始めた。俺は窓の外を見た。雲一つない晴天だったはずだが、いつの間にか下方に黒い雲が広がっている。機体が小刻みに揺れ始めた。乱気流とは違う不規則な振動。元パイロットの勘が何かおかしいと警告していた。その時、突然機内の照明が消え、すぐに非常灯が点灯した。一瞬の暗闇に乗客から悲鳴が上がる。皆様、ご安心ください。一時的な電力系統の問題です。すぐに復旧いたします。正美さんの声が再び響いたが、今度は少し緊張が混じっていた。機体の振動はさらに強くなり、揺れも激しくなった。窓の外を見ると、右エンジンから白い煙のようなものが出ているのが見えた。その瞬間、機内の気圧が急に変化し、耳が詰まる感覚に襲われた。酸素マスクが自動的に天井から落下してきた。緊急事態です。酸素マスクが落下しましたら、ご自身のマスクを先に装着し、お子様や援助が必要な方のお手伝いをお願いいたします。乗客たちが慌てて酸素マスクを装着する中、俺もマスクを顔に当て、呼吸を整えた。パニックになる乗客、子供を守ろうとする親、祈りを捧げる老人。様々な反応が機内に広がる中、俺の頭の中では、パイロット時代の訓練が蘇っていた。気圧の急低下、エンジントラブル、電力系統の問題。これは乱気流ではない。機体トラブルだ。正美さんが俺の席に近づいてきた。彼女も酸素マスクを装着していた。何が起きてる？
緊急事態です。詳細はわかりませんが、右エンジンに何らかのトラブルがあったようです。村瀬機長が緊急着陸の準備をしています。彼女の言葉に、俺の心臓が早金を打ち始めた。かつて自分も経験した悪夢のような状況。あの日の記憶が鮮明に蘇ってくる。その時、機内電話が鳴った。まさみさんは急いで受話器を取った。短い会話の後、彼女の顔から血の気が引いていくのが見えた。どうした？俺の問いに、まさみさんは震える声で答えた。右エンジンが停止し、油圧系統にも問題があるようです。そして、左エンジンの出力も不安定になってきているとのこと。両エンジンか。状況の深刻さに、俺の背筋に冷たいものが走った。その時、機内アナウンスが入った。村瀬さんの声だった。こちらは、機長の村瀬です。現在機体に技術的な問題が発生しております。我々乗務員は、皆様の安全のために全力を尽くしております。現在、最寄りの空港への緊急着陸を準備しています。どうか、ご協力をお願いいたします。村瀬さんの声は落ち着いていたが、長年彼を知っている俺には、その声に隠された緊張感が伝わってきた。別のキャビンアテンダントが急いで前方から走ってきた。梅田さん、大変。彼女は、まさみさんの耳元で何かを囁いた。まさみさんの表情が凍りついた。何があった？俺が尋ねると、まさみさんは震える唇で言った。油圧系統が完全に失われつつあるとのことです。このままでは墜落の危険があります。彼女の言葉に、俺の背筋に冷たいものが走った。状況の深刻さが一瞬で頭に刻み込まれる。乗客たちの間に広がる恐怖と絶望を感じながら、俺は席を立った。清澄さん、どこに？コックピットに行ってくる。揺れる機体の中、俺は壁を伝いながらコックピットに向かった。何かできることはないのか？何か手伝えることは？その思いだけが俺を動かしていた。ドアを開けると、村瀬さんが振り返って俺を見た。真田、来てくれたのか。村瀬さん、何が？油圧系統が壊滅的だ。両エンジンの出力も不安定になっている。今、なんとか手動で操縦しているが、状況は芳しくない。村瀬さんの簡潔な説明に、俺は状況の深刻さを理解した。油圧喪失は、パイロットにとって最も恐ろしい状態の一つだ。操縦系統が正常に機能せず、機体のコントロールが極めて困難になる。最寄りのミッドウェー空港にはあと40分でたどり着ける。だが、村瀬さんの言葉が途切れた。その意味を俺は理解した。この状況で40分持つかどうか。そして、着陸態勢に入った時、操縦がどこまで効くか。手伝ってくれ。副操縦士がギャレーで負傷して席を外している。俺一人では厳しい。他に誰もいない。君しかいないんだ。彼の頼みに血の気が引いた。言葉が喉に詰まる。機体が再び大きく揺れた。アラーム音が鳴り響き、計器類がいくつか赤く点滅している。俺は副操縦士席へと歩み寄った。座り、シートベルトを締める。システムチェックを頼む。村瀬さんの声に、俺の手は勝手に動き、各システムの状態を確認していく。油圧残量 10% 以下、エンジン出力 60%、バッテリー残量 85%。声に出しながら、かつての感覚が少しずつ戻ってくる。しかし同時に、あの日の恐怖も蘇ってきた。手の震えが強くなる。冷や汗が背中を伝い、シャツが肌に張り付いた。これから降下を始める。空港との交信を頼む。俺は無線装置に手を伸ばした。その時だった。突然、左エンジンの警告灯が赤く点灯し、けたたましいアラーム音が鳴り響いた。左エンジン、出力急低下。俺の叫びに、村瀬さんが素早く対応する。緊急再始動手順を。俺はスイッチを操作し始めた。手順は頭に残っている。しかし、指先が思うように動かない。震えが止まらない。早く！村瀬さんの声に焦りが混じる。俺は一生懸命に震えを抑えようとした。しかし、恐怖が体を支配している。スイッチに手をかけたとき、俺の右手が激しく震え、隣のボタンを押してしまった。違う、そっちじゃない。村瀬さんの声が響く。俺はすぐに間違いに気づき、正しいスイッチを操作した。しかし、わずかな遅れが生じていた。くそ。心の中でつぶやく。なぜこんな時に、なぜ手が言うことを聞かないのか。人々の命がかかっているというのに。もう一度、集中するんだ。村瀬さんの声に、俺は深呼吸をして、ケーキを見つめ直した。だがその瞬間、
機体が大きく揺れ、アラーム音がさらに激しさを増した。村瀬さんの表情が一瞬で変わる。左エンジン完全停止。村瀬さんの声には今までにない緊迫感があった。操縦桿を一生懸命に握る彼の指の関節が白く浮かび上がっている。その時、村瀬さんの右腕が突然震え、操縦桿から手が滑った。機体が急激に傾き、警告音が鳴り響く。村瀬さん！俺は思わず叫んだ。村瀬さんは顔を歪めながら、懸命に右腕をもう一度操縦桿に伸ばした。しかし、その動きはぎこちなかった。大丈夫ですか？真田、すまない。もう限界だ。その言葉に、俺の心臓が跳ねた。村瀬さんの顔は蒼白で、額には大粒の汗が浮かんでいる。数時間にわたる緊張と肉体的な負担が彼の体力を奪っていた。そしておそらく年齢による限界もあった。機体が再び大きく揺れた。高度計の針が急速に下がり始めている。このままでは海面に激突するのは時間の問題だ。真田、お前にしかできない。頼む、俺の代わりに。村瀬さんの声はもはや懇願に近かった。俺の頭の中に様々な記憶が走馬灯のように駆け巡る。あの事故の日の恐怖、勝野心の叫び声、そしてリハビリの日々、夢を失った絶望。しかし同時に村瀬さんとの思い出も蘇ってきた。初めて空を飛んだ時の感動、彼に認められた時の喜び、そして事故の後も俺を見捨てなかった彼の優しさ。そしてもう一つ、正美さんの顔が浮かんだ。俺は深く息を吸い込んだ。恐怖は消えない。それでも、村瀬さん、変わります。短い言葉だったが、村瀬さんの目に安堵の色が広がる。頼んだぞ。俺は操縦桿をしっかりと握った。手は震えている。だがもう逃げない。俺は小さくつぶやいた。怖いけど、もう一度空を飛ぶんだ。震える手に少しずつ力が入っていく。恐怖の波が押し寄せるたびに深く息を吸い、それを押し返す。指先から伝わる振動、機体の傾き、風の抵抗、すべての感覚が鮮明に蘇ってきた。体が覚えていた。4年間のブランクがあっても、体は忘れていなかった。まずは機体を安定させます。10分で立て直します。俺は自分に言い聞かせるように言った。操縦桿を両手でしっかりと握り、わずかに右に傾けながら、前方に押し出す。動きは慎重だが、迷いはなかった。姿勢を立て直すには、まず落下率を抑え、水平に近い状態を取り戻す必要がある。高度を確認。6200フィート。降下率、毎分800フィート。村瀬さんの声に、俺はうなずきながら答えた。降下率を500フィートまで落とします。俺の手が操縦桿を微妙に調整していく。たった数ミリの動きだが、その反応は機体全体に伝わる。左右の傾きを修正しながら、同時に降下角度も緩やかに変えていく。複雑な操作だが、手が自然と動いていた。右エンジン出力 42% まで回復。わずかだが、いい兆候だった。俺は右足でラダーペダルを微調整し、方向打を操作した。機種が少しずつ安定してくる。俺は計器に目を移し、燃料残量と燃料噴射量を確認した。不自然な消費パターンを示している。どこかで漏れが生じているのかもしれない。燃料系統再構成。指先が素早く切り替えスイッチを操作する。メイン系統から予備系統へと燃料供給ラインを変更。それだけでは足りず、分配バランスも調整した。エンジン圧上昇中 45%、47%。村瀬さんの声に俺は静かにうなずいた。少しずつだが状況は改善されつつあった。しかし、油圧系統の問題は深刻だった。計器は予備系統も含めてほぼゼロを示している。これは、操舵装置の機器にも直結する問題だ。手動油圧ポンプを作動させてください。村瀬さんに指示すると、彼はすぐに側面のレバーを操作し始めた。その間も、俺は操縦桿を両手で握り、絶えず微調整を続けた。高度5800フィート。降下率安定。村瀬さんの報告に、俺は満足げにうなずいた。俺は次の一手を考えた。通常のフライトなら、避けるべき操作だが、今は非常事態。マニュアル通りではなく、機体の感覚を頼りに判断する必要があった。右エンジンの出力、最大まで上げます。俺はスロットルを慎重に、しかし確実に前方へ押した。エンジン音がさらに大きくなり、機体全体が振動する。エンジン温度上昇中。警告灯が点滅し始めたが、俺は目をそらさなかった。限界ギリギリまで。しかし、
それを超えないようにコントロールする。それは、パイロットとしての勘と経験がものを言う領域だった。出力 60%、65%。エンジン出力が上昇するにつれ、機体の安定性が増していった。俺は操縦桿を微妙に調整し、高度を維持しながら左右のバランスを取る。降下率200フィートまで減少。村瀬さんの声にはわずかな安堵感が混じっていた。その時、後方から大きな金属音が響いた。機体が再び揺れ始める。俺は瞬時に判断した。油圧の低下により、尾翼の制御面が不安定になっている可能性が高い。トリムタブ手動に切り替えてください。俺の指示に村瀬さんが素早くスイッチを操作した。切り替え完了。俺は操縦桿とは別のトリム調整レバーに手を伸ばし、少しずつ回転させていく。これにより、水平尾翼の角度を機械的に固定し、安定性を確保する。細かな調整が機体全体の挙動を変えていく。振動が次第に収まり、機首の上下動も減少した。機内アナウンスをお願いします。村瀬さんは通信機を手に取り、淡々と状況を乗客に伝え始めた。彼の声は落ち着いていたが、その手はわずかに震えていた。俺は操縦に集中し続けた。呼吸を整え、全神経を機体の微妙な動きに注ぐ。油圧系統の問題は予備系統を含めて依然として深刻だった。特に水平安定板と方向打の動きが鈍く、わずかな気流の変化にも敏感に反応する。修正。俺は小さくつぶやきながら、絶えず操縦桿とラダーペダルを調整していく。それは微妙なタッチと正確なタイミングを要する作業だった。高度5500フィート、速度280ノット。安定している。村瀬さんの報告に、俺は静かにうなずいた。指先から伝わる機体の震え、操縦桿の抵抗感、エンジン音の微妙な変化。すべてが情報となって、俺の判断を支えていた。窓の外には、青い太平洋が広がっていた。雲の切れ間から、遠くに小さな島影が見え始めている。ミッドウェーだ。準備を始めます。俺は決意を固めた。ここからが本当の勝負だった。着陸準備、アプローチ、そして最終的な設置。通常でも難しい一連の操作が、今回は非常事態の中で行われる。だが、俺の手はもう震えていなかった。恐怖は依然としてあったが、それを隠し、全神経を操縦に注いでいた。降下を開始します。俺は操縦桿をわずかに前に倒し、高度を下げ始めた。目標は高度4000フィート。そこから段階的に降下していく計画だ。降下開始。高度5400、5300。村瀬さんが高度を読み上げる。油圧残量は、メイン系統0、予備系統わずか 5%。厳しい状況だった。着陸装置の展開やフラップの操作も危ぶまれる。手動での展開に備えてください。俺はさらに指示を出した。機体はゆっくりと、しかし確実に高度を下げていく。俺の手は絶えず動き、機体の安定性を維持していた。高度2000フィート。ミッドウェイの滑走路が見えてきた。村瀬さんの声に、俺は窓の外を見た。遠くに細長い滑走路が見えている。周囲は青い海に囲まれ、逃げ場のない小さな陸地だった。着陸装置展開。村瀬さんがレバーを操作すると、機体に軽い振動が走った。高度1500フィート。アプローチ開始。俺は操縦桿を微調整しながら、機首を滑走路に向けた。通常のアプローチよりも緩やかな角度で降下する。着陸装置が不完全な状態では、設置時の衝撃を最小限に抑える必要がある。速度180ノット。高度1000フィート。機体が雲を抜け、滑走路が鮮明に見えてきた。客室、最終確認完了。全員が衝撃態勢をとっている。村瀬さんの言葉に、俺は深く息を吸った。いよいよ最終アプローチだ。手に汗が滲むのを感じる。右エンジン出力 40% に減少。着陸のため減速します。スロットルを少しずつ戻し、速度を落としていく。早すぎると設置時の衝撃が大きくなり、遅すぎると失速の危険がある。絶妙なバランスが求められる。高度300フィート。200。村瀬さんの声が緊張で高くなっていた。コックピット内の空気が凍りつく。100フィート。滑走路がすぐ目の前だ。俺は操縦桿をわずかに引き、機首を少し上げた。胴体着陸では、機首から設置すれば大惨事になる。まず、主翼下部と機体後部を同時につけるのが理想だった。50、30。俺の意識は完全に着陸に集中していた。手の震えはなく、
動きは正確だった。設置。機体が滑走路に触れた瞬間、激しい衝撃と金属のきしみ音が響いた。機体が滑走路上を滑り始める。火花が散り、機体全体が振動する。そして、ついに機体が完全に止まった。俺は固く握りしめていた操縦桿から、ゆっくりと手を離した。指が痛い。腕全体が震えていることに気づく。それは、恐怖からではなく、極度の緊張からの解放だった。真田、素晴らしい技術だった。村瀬さんが弱々しい声で言った言葉に胸が熱くなった。ありがとうございます。俺はかすれた声で答えた。避難を始めます。コックピットのドアの向こうでは、乗務員たちが乗客の避難誘導を始めていた。緊急用スライドが展開され、次々と乗客が脱出していく。乗客全員が脱出した後、俺たちも避難した。機外に出ると、強い日差しと潮風が俺たちを迎えた。機体の周りには、すでに消防車や救急車が集まっていた。避難した乗客たちは、安全地帯に集められている。その時、驚くべき光景が広がった。乗客たちが、俺たちを見ると拍手を始めたのだ。最初は数人だったが、瞬く間に全員が拍手と歓声で迎えてくれた。ありがとう。命の恩人だといった声が飛び交う。そんな中、まさみさんが人混みをかき分け、俺たちに駆け寄ってきた。清澄さん、無事だったんですね。ああ、なんとか。俺は疲れた笑顔を見せた。それから避難した乗客たちを眺める。みんな無事だったんだ。はい、数人が軽い怪我をしただけです。全員が避難できました。その言葉にようやく安堵感が押し寄せてきた。瞬間、膝から力が抜けるのを感じた。その場にしゃがみ込みそうになったが、まさみさんが俺の腕をしっかりと支えた。清澄さんすごかった。本当にすごかったです。あなたが操縦してくれたから、みんな助かったんです。兄が言っていた通りでした。清澄さんは最高のパイロットだって。彼女はそう言って、俺に抱きついた。その肩が小刻みに震えている。涙をこらえきれなかったのだろう。俺はゆっくりと腕を上げ、彼女の背中に手を置いた。ありがとう。俺はそっと、彼女の頭を撫でながら言った。太陽の光が降り注ぐ滑走路の上で、俺たちはしばらくそのままでいた。周囲では救助活動が続き、感謝の声が飛び交っていた。事故から1週間後、桜航空本社の会議室、大きな楕円形のテーブルを囲んで、調査委員会のメンバーが集まっていた。俺も呼び出されたため、椅子に座って報告を待っていた。ドアが開き、会社の役員たちが入室してきた。最後に入ってきた整備部長が、分厚いファイルを広げた。調査結果を報告します。SK302 便のエンジントラブルと油圧系統の障害について原因が特定されました。スクリーンに機体の断面図と損傷した部品の写真が映し出された。左エンジンのコンプレッサーブレードに亀裂が見つかりました。また、油圧系統のパイプには複数の摩耗痕があり、そこから漏れが生じていました。これらの部品は本来なら定期点検で交換されているべきものでした。しかし記録によれば、コスト削減の名目で、これらの部品の交換期限が延長されていました。誰の判断だ？社長が静かに、しかし威厳のある声で尋ねた。金光三郎乗員統括部長の指示です。その名前に、俺の体が硬直した。さらに調査を進めると、過去3年間で同様の判断が繰り返されていました。交換すべき部品の使用期限を延長し、安価な代替品を使用することで、整備コストを削減していたのです。会議室に緊張が走る。それだけではありません。整備スタッフの勤務体制も過酷なものに変更されており、十分な点検時間が確保されていませんでした。現場からの改善要望は、すべて金光部長の段階で却下されていたようです。これは許されない。302便には232名の乗客と乗員がいた。彼らの命が危険にさらされたのだ。社長の声は重く響いた。俺はこの瞬間を待っていた。黙って立ち上がり、カバンから USB メモリを取り出した。失礼します。発言しても構わないでしょうか。社長がうなずいたのを確認し、俺は静かに口を開いた。4年前、私と梅田勝之進が乗務していた国際便552便の事故も、同様の手口によるものだったという証拠があります。室内に緊張が走った。俺は USB メモリをテーブル中央のプロジェクター接続口に差し込んだ。実は、私が運行管理部門で働いていたのは、リハビリのためと、もう一つ理由がありました。
金光部長の行動を内部から調査するためです。画面に表示されたのは、整理された日付と署名入りの文書の数々、金光部長の陰影が確認できる決裁書、改ざんされた整備記録、そして内部告発者からの証言メール。4年間、私は少しずつ証拠を集めてきました。金光部長は定期的に整備記録を改ざんし、不具合報告を握りつぶしていました。特に注目すべきは、この日付です。552便墜落の2週間前、副操縦士だった私が機体の異常を報告する文書を提出していました。しかし、金光部長はこれを無視しただけでなく、記録から削除していたのです。スクリーンには、俺の署名入り報告書とその上に、却下と大きく書かれた金光部長の字が映し出された。そして彼は、事故後の調査でも証拠を隠滅しました。梅田と私が、犠牲になることで、自らの過失を覆い隠したのです。会議室は静寂に包まれていた。社長は顔色を変え、少しの間言葉を失っていた。やがて、重い声で言った。真田君、なぜ今までこのことを黙っていた？確実な証拠が必要だったのです。また、金光部長の地位と影響力を考えれば、十分な裏付けなしには、逆に潰されるだけでした。社長は厳しい表情で執行役員たちを見回した。沈黙が数秒続いた後、言葉を発した。金光君に関するすべての案件について、詳細な調査を行う。法務部は警察の捜査に全面的に協力すること。また本日付で、金光君を上院統括部長の職から解任する。会社としても、彼に民事訴訟を提起する。役員たちが次々と頷く中、広報部長が不安げに口を開いた。報道対応はどうしますか？この事実が公になれば。隠すつもりはない。会社の管理体制にも問題があった。それを認め、再発防止策をしっかりと講じる。それが私たちの責任だ。社長の言葉は断固としていた。梅田君の事故についても、今回の真相を踏まえて再調査する。彼の名誉回復と適切な保証を行う。その言葉に胸が熱くなるのを感じた。ありがとうございます。俺は短く答えた。4年間の長い戦いがようやく報われる瞬間だった。翌日、俺は正美さんと一緒に勝野神のお見舞いに行った。病室のドアを開けると窓際のベッドに座る彼の姿があった。以前よりも顔色が良くなっているように見える。リハビリの成果か、上半身はしっかりとしていた。おう、来たか。勝野神は俺たちを見て優しく微笑んだ。その表情にはかつての凛々しさが戻りつつあった。俺は深く息を吸い、椅子に腰掛けた。勝野神、報告がある。あの事故のことだ。その名前を聞いた瞬間、勝野神の表情が凍りついた。視線が鋭くなり、無意識にシーツを強く握りしめる。金光部長が整備記録を改ざんし、不具合報告を握りつぶしていた。コスト削減の名目で、本来交換すべき部品の使用期限を延長していたんだ。あの日の事故も、その結果だった。勝野神の顔から血の気が引いていくのが見えた。彼の息遣いが荒くなり、拳を握りしめる。じゃあ、俺たちは？ああ、俺たちは操縦ミスではなく、整備不良の犠牲者だった。そして、先日の302便の事故も、同じ手口だったんだ。俺は証拠を集めた経緯から始め、302便の事故の真相、そして会社の決定まで、すべてを伝えた。話す間、勝野神の表情は驚きから怒り、そして次第に安堵へと変わっていった。お兄ちゃん、もう大丈夫。清澄さんが全部明らかにしてくれたの。会社も再調査を約束したし、お兄ちゃんの名誉も回復されるって。正美さんの目には涙が光っていた。彼女は兄の手を取り、しっかりと握りしめた。勝野神はしばらく黙り、窓の外を見つめた。そこには青空が広がり、一機の飛行機が飛んでいた。白い機体が陽光を浴びて輝き、雲の間を優雅に進んでいく。彼はその姿を見送ると、ゆっくりと俺に向き直った。目には涙が溜まっていた。ありがとう、清澄。お前がいなければ、真実は永遠に闇に葬られていたかもしれない。勝野神の声は震えていた。彼の視線が、再び窓の外へと向けられる。清澄、ニュースで見たんだ。302便に乗っていたパイロットが、奇跡の操縦で乗客を救ったって。着陸映像を見て、そのパイロットがお前のことだってすぐに分かった。緊急時でもあの正確さ、冷静さ。あれは間違いなく、お前の操縦だ。
勝之進は俺をじっと見つめた。俺は言葉に詰まった。清澄、もしもう一度パイロットになれる可能性があるなら、俺の分まで空を飛んでくれ。お前は飛べる。俺にはもうその力はないが、お前なら。勝之進の声は震えていた。彼の目に光る涙が陽光を受けて輝いていた。俺も涙をこらえきれず顔を背けた。正美さんが勝之進と俺の間に立ち、両手を広げて俺たちを抱きしめた。二人とも泣かないで。今日は喜ぶ日でしょ？彼女の声には涙と笑顔が混ざっていた。俺たちの間に静かな笑いが広がった。涙を拭いながら、勝之進は窓の外を見た。いい天気だな。こんな日は飛ぶのに最高だ。ああ、最高の飛行日和だな。俺も窓の外に目を向けた。青空に浮かぶ雲は飛行機の翼のような形をしていた。半年が経った。その間に多くのことが変わった。金光部長の裁判は進行中で、勝之進の名誉は回復され、会社からの正式な謝罪と相応の保証も行われた。そして何より、彼自身が驚くほど回復していた。空港の展望デッキは春の日差しで暖かかった。足を引きずりながらも、勝之進は自分の力で歩いていた。彼の隣には正美さんが寄り添い、その様子を見守っている。そして俺も少し離れた場所から二人を見ていた。お兄ちゃん、無理しないで。ベンチで休もうよ。正美さんが心配そうに声をかけると、勝之進は首を横に振った。大丈夫だ。この景色を見るために来たんだからな。彼は手すりまで歩き、そこに腰掛けた。展望デッキからは滑走路全体を見渡すことができる。飛行機が着陸していく様子。離陸のために滑走路の端で待機する機体。地上スタッフの忙しそうな動き。すべてが一望できる特等席だ。勝之進、調子はどうだ？俺が近づくと彼は笑顔で振り返った。随分と良くなったよ。リハビリも順調だ。来週から事務職として復帰できるなんて半年前は想像もできなかった。勝之進の声には活気があった。清澄、お前はどうだ？再訓練はいつから始まるんだ？来月からだ。まずはシミュレーターでの訓練から始めて、それから実機訓練に移る。半年後にはもう一度コックピットに戻れるかもしれない。俺の言葉に勝之進はにっこり笑った。それからふと空を見上げる。お、あれ見ろよ。勝之進が空を指さした。見上げると、まっすぐに伸びる飛行機雲が空を二つに分けていた。それは桜航空の国際線だった。東京発ロンドン行きだな、あれは。SK776 便ですね。正美さんが即座に答えた。彼女は時刻表をすべて暗記しているらしい。来月、あの便に乗務することになってるんです。清澄さんもいつか一緒に飛べたらいいですね。彼女の横顔は穏やかで強い意志に満ちていた。ああ、必ず。俺は力強く約束した。正美さんの瞳に喜びが灯った。展望デッキのスピーカーからフライト案内のアナウンスが流れ始めた。勝之進は立ち上がり、空港ビルの方を指さした。そろそろ行くか。今日はお前たちに感謝の気持ちを込めて食事をご馳走したいんだ。お兄ちゃん、そんな。いいんだ。俺がこうして立っていられるのもお前たちのおかげだからな。勝之進の言葉に、俺と正美さんは顔を見合わせ、お互いに小さくうなずいた。じゃあ行こっか。正美さんが兄の腕を支え歩き始めた。春の風が俺たちの髪を優しく撫でていく。展望デッキを後にするとき、俺はもう一度だけ空を見上げた。飛行機雲は青空の中でゆっくりと溶けていった。あそこに戻るんだ。俺は心の中でつぶやいた。かつて失ったと思っていた場所、あの青い空に。これからの道は決して平坦ではないだろう。けれど、もう孤独ではない。共に空を見上げ、共に歩んでいく仲間がいる。おい、清澄、早く来ないと置いていくぞ。ああ、待ってくれ。俺は二人に駆け寄り、肩を並べた。空港の出入り口に向かって歩く、俺たちの長い影が、春の日差しの中で一つに溶け合っていた。俺は事故のトラウマで、空への夢を諦めかけた。だけど、正美さんの優しい笑顔と、村瀬さんの励ましが、俺の閉ざした心を少しずつ開いていった。302便で再び空を飛んだ時、恐怖は確かにあった。それでも、飛ぶことを選んだ。勇気さえあれば、人は再び立ち上がれる。真実を明らかにし、過去と向き合い、そして前に進む。その一歩は小さくても、
明日への道を切り開く力になる。傷は消えないかもしれない。それでも、その傷を抱えながら飛ぶことこそが、本当の強さなのかもしれない。